ある時にその宇宙のこういう星のこういう写真といわゆるこう顕微鏡で見た写真っていうのが相当似てるっていうことを考えた時に、もともとその大きさっていう単位は人間の自分のこの体の1メーター半ぐらいの尺度で考えた時に宇宙は大きい、顕微鏡みたいな世界がちっちゃいって決めてるだけで、別に見方の問題だけでほぼ同じものをこう見てるわけなんじゃないかなと思って。とすると宇宙の果てって一番分かんないものって顕微鏡クラスの一番こうすぐ手元にあるものをむっちゃくちゃこう見続けることではっきりした答えは得られなくても相当何らかの答えは得られるんじゃないかっていうような感じがして、で解剖もそれとちょっと近くて際限なくその手元のその体の仕組みをこう最後の最後で見て分かるものっていうのもあるんじゃないかなっていう発想だったんですけどね。確かに台本にも解剖映画って最初書いてあったんです。解剖映画プロジェクトってタイトルが決まってない時何の映画だっていう感じなんですけど、広大な無意識な領域の広がり、そこでは抑圧された欲望が潜在意識としてずっと僕の映画同じテーマなんですけど、その都市っていう東京という都市と人間というの関わりで、結局ずっとそのテーマにしてたのはその自分たち生きてる人間のその肉体っていうものの希薄っていうんですか、なんとなくその存在が薄くなってきて、なんかこう脳みそばっかりがだんだん大きくなってって肉体のこう感覚みたいなものがだんだんこう希薄になっちゃってる世の中になっちゃってるっていう恐怖感があったもんですから、それがどっから来るのかなと思ったら、多分そのみんないつか死んじゃうっていうこう現実的な現実のことなんですけど、そういう恐怖がほぼないからなんじゃないかと思うんですけど、なんとなく現実世界が現実なのか夢なのかこう曖昧になってくれる、いわゆるバーチャルリアリティとか言われている世の中ですと、なんかそのいつか死んじゃうっていうすごいリアルなことがだんだん分かんなくなってきちゃって、今生きてることがなんか夢みたいに思っちゃってる。でそんな時にそれはなんでかな、なんでそういうふうに思っちゃうのかなと思うと、その現実世界で死体っていうのをもう見る機会がなくなっちゃってるからだと思ったんですけど、この都市生活では何ですかね、妙に隠してるっていうか感じがするんで、なんかその死体をこう見るっていうことで現実はこれいつか自分もこうなるっていうのをこう見ることで今生きてる自分っていうものをこう実感できるっていうか、そういうことを描いた映画を作りたいっていうのをずっと思ってたんだなっていうことにだんだん気づいていく。多分その死体をやっぱり見ることの重大さとか必要性っていうのはきっとあるんだろうな、この今生きてる現代の人にはっていうのがその10年前に確信したんで、そこからいよいよ本当に作ろうと思って、とにかくその死体っていうものをものすごく極限まで見つめてしまう男の話っていうのをこう作りたいっていうことで、だんだん逆算して美大生の話で好きなその女性の亡くなった後の体を解剖するっていうプロットはできてたんですけど、ただもう本当に簡単なプロットだけでディティールは全然なくて、で実際の解剖を拝見してからもうディティールが一気に細かく決まっていったというような順序ですね。まずビニールを取り外してください。布切れは実習中は必要なところだけ外してください。乾燥を防ぐためです。その初めてこうそういう死体っていうテーマを思いついた15年前からずっとやっぱりこの解剖の本とかが本屋さんで見ると、まだどんな映画か作るか決まってないんですけど、なんかその本はやっぱり買ってしまってこう見てしまうっていうのが続いてて、ずっとそういうことを思ってるうちにちょうど6月の蛇の仕上げの頃にある医大生の方と知り合いになって、もしかしたら見せてもらえるかもしれないっていうんで、すごい綿密なこう嘆願書に近いような企画書、映画の企画書を書いて、そのある大学に持って行ってお願いして見せてもらったっていう。口径筋が皮膚にくっついちゃうだろ。いいって口して首に浮き出んのが口径筋。もうその方と会って実際見てからは早かったですね、いつもよりは随分。いつも映画作るのむっちゃ時間かかるんですけど、すごい速さでプロットから台本になって、でもうそのままどんどん映画化していったという。僕自身は笑っちゃうんですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチを現代に蘇らせたらどうだろうっていう感じで始めたんですけど、
僕自身が美術学科で絵をずっと描いていたんで、世の中の全部のものを絵に描けたらいいのになってなんか思っちゃうんですけど、もう例えばパッと見てコップでも鳥でも人間をうまく描けるように一番なりたいんですけど、人間のいろんなどんなポーズも上からも下からもポーズをこううまく描けるっていうのは見る観察力もあるんですけど、こういう骨がどうついてるのかとか肉か筋肉がどうついてからこういう形してるんだっていうことが分かった方がより正確に描けたりする。筋肉のつき方さえも全部こう分かって、世の中のそういう人間の体の動きも全部含めて描けるようになりたいななんて思った時に、これもしかしたらその昔にレオナルド・ダ・ヴィンチがその絵を描いてる時もきっともしかして同じようなことを思ってたのかな、思ってたんじゃないかなってポッと思うようになって、人間の体を自分でも解剖してすごい緻密にうまいデッサンでこう描いてるんですけど、多分同じように全部をこう描いて何かをこう把握したいというか掴み取りたかったのかなっていうことで、多分あんだけデッサンを描いてたんだろうって想像したわけなんですけど、それで今度のその主人公はあるこう一人の愛する人の体をむっちゃこう描くことで何かをこう掴みたいっていうふうに思う男の話なんですけど。いよいよ解剖実習か。イニシエーションみたいなもんだな、医者になるためのな。今までやってきたことがお子様ランチだったと成績のことも嬉しいけど、たった3年で死ぬここまで良くなったのが、それが一番嬉しいよ。一番基本は医大生の話なんで、もう医学生はできないよっていうこととか、学校の先生の役とかもあるんですけど、今まで割とこうやんちゃにその都会の中で生きてる自分って何みたいな感じでこう暴れまくってはいたんですけど、もう僕は医大生できませんから、やっぱり若い人に役者にお任せしようって思って、でお任せするにあたっては本当に好きな役者さんにお願いしたいって思ってて、で浅野さんもともとすごい好きな役者さんですけど、さらに今度の映画って記憶のない男の話なんで、なんかこう記憶のない男を演ずるのを何ていうんですかね、いかにも演技でこう演ずると非常にこうわざとらしくなっちゃうんで、わざとらしくなんない役者さんって言ったらやっぱりこう浅野さんかなと思ってまして、でお頼みしたんですけど、やはりものすごい透明感っていうんですかね、記憶のない人のすごい透明感みたいのがあって、望んでたのはこういう方なんだなってつくづく撮りながらも思いましたけど。死にたくなかった。ずっとその鉄道通話隊からテーマにしてたのが、そういう東京っていう都市の中でその自分たち人間がいるわけですけど、あんまりこう居心地よくいるというよりは、なんかこう居心地よくっていうかすごく居心地がいい場所なんで、逆に居心地が良すぎてなんかそこに何にもしないでふわっとこう気持ちよくいて生きていけちゃうもんですから、なんかこう生き死にの誠実な感じっていうものをこう、誠実じゃない、むしろ生き死にの荘厳ななんかものに触れる機会もなく、ふわっと夢心地に暮らしてるっていう感じがしたんで、なんか自分だけじゃなくて周りの人もなんかもしかしたらそういう平和な状況にこう甘んじてぼーっと部屋ボケして暮らしてるイメージがあったんで、なんかそういう自分の頭に、あるいはそういう人々の頭にこうハンマーの鉄槌をこう振り下ろすような映画をちょっと作ろうと思って、で自分もこう目覚めたくてゴンゴンとこうハンマーで自分の頭を叩くかのような映画を作ってたんですけど、それはそういう都市というコンクリートの中で自分の体はどこにあんのと苦悶してる人たちの姿だったっていう感じなんですけど、なんかそういう東大元暮らし的にその自然というものが自分の体すぐ目の前にあるっていうようなことにだんだん気づいていって、でそのことをそこに目を向けた瞬間になんとなくどっかで気持ちがだんだん安らいできたというか、6月の蛇はエロティシズムなんで相変わらず悶々とはしてはいるんですけども、なんかその6月の蛇からさらにこのビタールっていう肉体という自然にカメラがもうすごく際限なく見ていくと、映画でもそういうの現れてますけど、なんかこうコンクリートがだんだん消えてって肉体という自然のこうトンネルをくぐり抜けてボコッとこう大自然のこう風景の中に自分がこうポコンと突き抜けていったような気がしたもんですから、
なんかそういうある種の空気感っていうか、多分こう大自然の気持ちのいい少し涼しくもあるような居心地のいい空気に触れてるような気分がビタールではしながら作っていたんで、ある時は東京フェストでぶん殴ったり鉄になったりとか拳銃を撃ってみたりとか、ほとんどこう苦しみながら何かを模索している人たちだったんですけど、なんか突き抜けたっていう気分はしたんですけど、ただまあじゃあ突き抜けっぱなしかっていうと、一回そういう自然のものをなんか見て極限的に見たい気がしてるんで、なんかそれをテーマにした映画作りたいんですけど、それでなんかまた掴んだらまたやっぱり都市に戻ってきたいなっていう感じは非常にしてるんですけど、今このまま同じ風に作るっていうよりは一回行ってまた戻りたいっていう気はしてて、でも行くにもちょっとまだ準備がないんで、まだそのビタールとか6月の蛇ぐらいの地平とか目線ぐらいの映画をもうちょっと作んないと行くこともまだできないっていう感じで。